無印良品の炊飯器を2年間使って考えたこと。定期的にやってくるシリーズです。もうシリーズと言っていいでしょう。もう3回目ですからね。このね、無印良品の炊飯器について、語りまくりスティしちゃってるんですよね、これ。おかしなことに。これね、もうね、ちょっと冗談だと思って聞いてください。これが私の無印良品の炊飯器です。はい。もうただの炊飯器です。無印良品の。はい。で、もう2年間使ってるんですよ。これびっくりなんですけど、で、自分が YouTube を始めて、この部屋でもう2年経ってるっていうのにも、そういう事実にもびっくりしてます。二重の意味で、本当に。この炊飯器を使い続けていることにもびっくりしているし、自分がYouTube で、くだらない話を2年間し続けてるってことにもびっくりしてる。で、本当にこの茶番にお付き合いいただいている皆様にも本当に感謝してるんですけど、2年間もね、茶番にお付き合いいただいて。で、今日もね、この紹介してくるんですけども、もういいよって思うじゃないですか。でもね、2年間経つとね、やっぱ語ることね、出てくるんですよ。これ不思議なことに。で、経緯を話しておくと、これに移行するまでは、僕はそのメスティンという、いわゆる飯盒ですね。キャンプで使うような、あれを家で使ってました。だから炊飯器を持たない生活を長らくしてたんですよね。もう4年ぐらいかな。もうずっともうしばらく持っていなかったんですよ。で、メスティンでやっていて、で、それで十分だなと思ったんですけど、この部屋に来てから、あえてね、これを入れてみたんですよね。で、なんか久々に使ってみるかっていうか、そういうちょっとノリで入れてみて、で、別にその無印良品である必要全くないんだけども、なんとなく、他のこの冷蔵庫とか買うついでにポチったんだよね。で、手に入れたんですよ。で、ちょっとエイジングっていうのか、若干ね、こう、ボタンの方の色の変色があったりとか、なんかこの辺もね、こうちょっと変色あったりとかしてるんですけど、でも全然使用には問題もないし、全く使い勝手も変わっていないと。で、そのメスティン使っていてこれに行ったと。で、炊飯器の良さっていうのは、火の番をしなくていいこと。これ何言ってるかちょっとわけわかんないと思うんですけど、メスティンっていうのは、火の番をしなきゃいけないんですよね。ガスで炊くっていうことは。もう、その火加減がポイントになってくるので、最初こうグツグツやって、で、その後、沸騰してしばらくしたら火を弱めて、で、蒸らしっていうか、ちょっとグツグツ弱火でいくっていうのが、基本的な方法になるんですけど、これだともう押せばいいじゃないですか、ボタンを。だからもう火の番をしなくていいんですよ。で、その炊けるまでの20分とか30分とか他のことができるんですよね。それ当たり前のことじゃないかって思うかもしれないんですけど、そのメスティンを使っていると、その当たり前さを忘れていたっていうのかな。これに戻った時に、なんか平成が来たなって思ったんですよね。今令和ですけど、平成が来たなって思って自分の中に、そのやっぱりこう時間の余裕がちょっとできたなって思ってます。その30分間見なくていいっていうね。日の番をしなくていいっていう。で、あとタイマーで炊けるっていうのもいいポイントで、例えばその自分が帰ってくる時間にセッティングしておいて、で、出かけられるんですよ。で、出かけてて、で、帰ってきた瞬間に米が炊けてるっていう、これ結構マジカルな感じ。だからなんか21世紀来たなっていうか、ようやく21世紀来たなっていう風な、イメージをそこで得たわけです。はい。で、ここ書いてるようにね、これ2023年製なんですよね。だから、僕がこの来た時に作られたものだっていうことですよ。で、同じくだから2年間、歳月を、こいつと一緒に重ねてきたわけですけども、多分前回の動画ではこれについてのいろんな気づきをね、この後ろのこのなんかポチポチが、ほくろが多すぎるみたいな話だとか、なんかたくさんいろいろわけわかんないこと言ってるんですけども、中身ね、どうなってるかというと、こんな感じ。で、このね、内蓋はね、毎回使用後必ず洗ってくださいって書いてるでしょ。で、これね、洗ってます。だから私も。毎回、これに習って。ただ、一日にね、僕最近そのお昼も米炊いて、夜も米炊くんですけど、だから一日2回使うことが結構多いです。外で食事するとき以外はね。で、結構自炊を今増やしてるんで、2回炊くことが多くて、この内蓋は1回しか洗ってません。これは、結構驚きの事実かもしれないんですけど、1回しか洗ってない。で、お昼炊いて、で、そのままにしておいて、で、夜もう1回炊いて、で、夜に洗うって感じにしてます。なんで、洗うのは1回。これが、まずポイント。使用後は必ず洗ってくださいって書いてるんですよね。だから、
これ守ってないんですよ、僕はこの約束を。これだから無印良品の言うことを聞いてないっていう。だからその結構アンチじゃないですけど、こうカウンター的な感じ。ちょっと言うことを聞かない不良の学生みたいな感じですよね。もう聞いてないわけだから、無印良品さんの。使用後は必ず洗ってくださいって書いてん。でもね、洗ってない。洗ってないんだよ、これ。だからこれ、良い子は真似しないように。だからお昼炊いたら、お昼もちゃんと洗って、で、夜も洗うっていう方が、多分いいことが起こると思います。でもね、僕はその洗ってない。なぜならめんどくさいから。これはもう、めんどくさいからに決まってる。めんどくさいから洗わないんで、まあ、1日1回でいいだろうっていうね、そこをね、まずミニマルにしてるわけです。洗う回数を。だから夜に1回だけまとめて洗うっていう。まあ、これがポイント、まずは。で、中見せますよ。はい。これ美しいでしょこの造形が。このなんかこの丸にこう、なんかこう、なんだっていう、この、多分これ200年後とかに、エイリアンとかにこれを発見されたら、なんかこれタイムマシンかなって思うでしょ。タイムマシン的ななんかこの円盤の造形っていうのかな。この丸。で、ここにも丸があって、で、ここにも時丸みたいな感じ。丸って感じで、プッチモニみたいな感じ。まあ、プッチモニ的な、炊飯器っていうところでもあるんだと思うんだけども、結構エイジングしてきてるの分かりますか？このね、焦げちょっとこれ焦げなんですよね、この黒いの。こう黒いけどちょっと光ってる、この黒光りみたいなツヤ。これがたまらない。これがたまらない。だから、これは新品の炊飯器にはなかったわけで、で、多分この間やってたその1年後のレビューとかにも多分なかったはずです。この模様は。だから、2年経ってようやく、このね、焦げ、エイジングが出てきてるってことなんですよ。だからこれは結構驚くべき事実で、まあ、炊飯器界の中ではまあ常識かもしれないですけど、まあ、ミニマリスト界の中ではそんなに知られてないこと。なので、結構そのブラックボックスを開けてしまったような感覚はあります、正直。やっぱりその熱がね、こうぐっとこう高まって、この中でこう循環することによってその焦げが起きちゃうんでしょうね。よくその釜の後ろを洗えてなかったりとか、まあそういうのがもしかしたら関係してるのかもしれない。あるいは2年経つともうこういうふうにちょっとこれがまあ劣化だとしたら、劣化してくるっていうふうな素材の天然特性かもしれない。だからそこはちょっと、私の方ではまだ研究段階ではあるんですけども、でもやっぱりまあそういうふうにまあ焦げというそのエイジングが出てきていると。まずそういうところが2年間使って、気づいたところ、まあ出てきた大きな変化っていうところです。でね、他にね、こう調理法としてはね、まあこういろいろあるんですよ。お粥とか、カレーとか。で、まあ、発芽玄米、カレー、お粥。で、高速玄米、白米、無洗米っていうね、そういう感じなんですけど、私のちょっと状況を今話しておくと、基本的にお昼は白米を食べます。で、白米にちょっとだけ玄米を、もうほんのちょっとだけ足す感じにしてるんですけど、まあそれはこう歯応えを楽しむために。で、まあそういうものを食べて、で、夜は玄米っていう風にしてるんですよ。だからまあ、昼は白米、夜は玄米みたいな感じなんですけど、だいたいそれを炊くときは、まあ、ここに書いてるメニューに習って炊いてますね。だからまあ、白米を炊くときは白米を選んで、玄米を炊くときは玄米モードにするっていう感じ。で、ただ、玄米モードで炊くと、やっぱりね、時間がかかります。で、これ僕測ってみたんですけど、だいたい1時間20分とか、うん。白米がだいたいね、30分ぐらいで炊けるんですよ。30分ぐらいで炊けるのに対して、玄米モードは1時間20分とかかかりますね。だから結構かかると。で、1時間20分って結構長いでしょ。映画1本見れちゃうでしょ。だからその間に映画でも見ようかなってことになるとは思うんですけど、結構長いんですよ。その中でやっぱ僕もまあ2年間使ってるんでいろいろ試しますよ。その玄米をこの白米モードで炊いたらどうなるかっていうと。で、結構ね、炊きます。で、どうなるかというと、硬くなります。もうこれ当たり前ですけど、玄米がもうガッチガチの玄米が出来上がる。だからつまりその玄米モードっていうのは、いわゆるその玄米を炊くときに、いわゆるこうびっくり炊きみたいな方法があるんですけど、最初ものすごく加熱して、グツグツやって、で、弱火にして、で、またこうちょっと中火にしてみたいな、そういう方法があるんですけど、多分それをこの窯の中で自動的に多分再現しているモードだと思います。だから時間がかかる。だから基本的に玄米っていうのは周りにまだこう層が、白米の外側に層がついてるような状態なので、結構ね、
時間がかかるっていうこと。だからそこを白米モードで炊くと結構ね、硬い米が出来上がるんですよ。で、これはこれで結構良くて、だからその噛み心地が欲しいとか、本当にちょっとハードボイルドな映画を見るときとかね、例えばちょっとハードボイルドななんか硬いものをこう見ながら食べるみたいなとき、そういうときはこのハードモードって、僕はそのハードモードって勝手に呼んでるんですけど、この白米モードで玄米をハードモードで炊いて食べるっていうね。でもその代わり、ものすごくよく噛む必要があるので、これはね、結構食事の時間が取れない時とかは危険です。消化不良を起こしちゃうんで、そこは十分に注意してください。ただ本当にこう、硬いものをゆっくり食べたいなっていう時とか、そういう時には、この白米モードで玄米をあえて炊いてみるっていうのは、これは結構有効でした。でもちろんその逆はやってない。白米を玄米モードで炊くってことはやってないんですけど、僕はその白米を炊く時に結構気をつけてることがあって、それはもう水の分量を測らないってことなんですよ。で、これもう玄米でも一緒なんですけど、もうね、中に一応今ちょっと釜洗っちゃってるんですけど、よくほら、メモリがついてるじゃないですか。白米の1号のラインとか、玄米のラインとか。で、そういうラインを僕はこう見て、水を調整することをやめました。で、もう全部ね、もう水加減を適当にやってるんですよ。で、適当で炊けるようになりました。で、それは多分2年間使ってるっていう、その一つの技術になってるっていうところもあると思うんですけど、適当に炊いた方が早くて、そして硬くなってうまいっていう、なんかそういうところに気づきましたね。だから、水入れるときはもう結構もう見ないっていうか、むしろ、あえてこうやって水道から蛇口から視線をそらして、今日のちょっとイメージでそこにもう意識をすごい集中させて水を入れて、で、釜入れて蓋するみたいな。で、もうボタンすぐ押すみたいな。そういう感じで炊いてます。そういうスピード感で。だから一切その水をこのメモリに合わせてこう調整したりとか一切しません。で、白米は結構固めに炊くのが好きで、固めに炊いた方が美味しいので、もちろん無洗米です。米を研ぐなんてことは僕は一切しません。ミニマリストですからね、一応ね。だから測るってこと一切しない。だからもう、ささっと入れて、で、結構固めに、もう本当になんかちょっと浸かるところからちょっと上振れぐらいで入れて炊いたら結構カッチカチになるんですよ。で、その硬い状態の中で、お昼はミニマル丼。そして夜は全ディナーっていうね、もうメニューが決まってるんですけど、それを作って食べているってわけです。で、他にポイントとしては、ため炊きっていうのかな、保温っていうのを使わないっていうことをやってます。で、これは、一つは、保温すると、ご飯って、味が落ちるじゃないですか。で、もちろんその理由もあるんだけども、僕の場合は、冷凍庫がね、ないんですよ。冷凍室みたいなのはあるんですけど、もうそこはもう全然入らないと。もう冷蔵庫が本当にホテルにあるちっちゃいね、ビジネスホテルとかにあるようなちっちゃい冷蔵庫なんで、保管できないんですよね。米を炊いたとしても。で、かつ、米を冷蔵とか冷凍できたとしても、それを温める電子レンジがないので、だから米を保存するってことをしません。そういうわけで、これで炊くのは必ず1食分ということになります。1食分の米をこれで炊くってこと。で、それ最初結構面倒かなって思ったんですけど、やっぱ慣れれば楽で、しかもその日の調子によって自分が食べたい分量をその場で調節できるんですよね。だからこれはもうエクストリームのソロミニマリストだからやれてることではあるんですけど、一人分を、これ3合炊きなんですよね、3合炊き。3合炊きの中で、だいたい1合だと結構1食分多すぎるんで、0.9 とか 0.8 とか 0.7 とか、そういう感じ。で、時には 0.5 とか、本当にお腹いっぱいの時とか、本当にそんないらない時とかは、そんな感じで、段階でもう調整して、で、その米を入れて、水入れて、すぐボタンを押すと。だからそういう感じで、毎食炊いています。毎食炊きながらミニマル丼、そして全ディナーを作っています。で、ここで一応ミニマル丼と全ディナーについて話しておくと、これ過去にライブとかでね、いろいろ具体的な作り方話してはいるんですけど、まずね、お昼はミニマル丼っていうものを食べてます。で、食べるときはちょっとね、ビジュアル悪いので、お見せできないんですけども、この釜でご飯が炊けるじゃないですか。で、その釜の上でもうね、そこに具材を乗せます。乗せています、直接。で、お昼はミニマル丼っていうのを作ってる。で、その具材っていうのは、まずアボカド、そしてキムチ、そして生卵一つ。で、ツナ一缶使います、ツナ。で、オリーブオイル。そんな感じです。この5食品ですね。この5食品を上にボンと乗せて、で、それで
全部かき混ぜるってことはしないんですけど、部分的にね、好きなところからこう、いろいろこうミックスしながら、そこでこう混ぜながら食べていくっていう、まあ、チャンプルースタイル。それがミニマル丼です。はい。で、こう、栄養価抜群でありながら、一切包丁とまな板を使わない。で、火を使わない。でもただ乗せるだけっていう、もう5分で終わる。5分で終わって食事もう10分で終わるみたいな。そういう感じの食事をお昼はとってます。で、これにしてからむちゃくちゃ快適で、なんか結構お昼ご飯食べるのめんどくさいなって時あるじゃないですか。めんどくさいけどちょっとお腹空いてるみたいな。で、そういう時はよくね、こう外に出がちなんですけど、でもやっぱ外に出て、そして食べて、そして戻ってくるみたいなのって、そのお金よりもやっぱりその移動するね、時間がかかったりとか、何食べようかなって選んだりして、それで時間かかったりとかするんですよ。でもそのミニマル丼っていうものを自分の中に持っておけば、ここでね、さっきのメニューで作って、で、もうすぐ食べられるわけです。そして栄養価も満点。だからこれちょっとね、まあ、時丸田中の公式メニューみたいな感じで、なってるんですけど、本当にね、おすすめです。で、もう一つ夜は全ディナーっていうね、これも変な名前でしょ。これも変な名前ですよ。まあ、ふざけた名前ですけど、まあ、そういう風に名付けました。全ディナー。で、これ、じゃあ何かというと、で、これもね、ワンプレートというか、その丼みたいなものを一つ作ります。ただ、お昼と違うのは、私が持っている唯一のカップ、400FD でお味噌汁を作ります。で、具の内容っていうのは、まあ、キノコ。まあ、キノコ何でもいいんですけど、しめじとか、エリンギとかね、まあ、いろいろありますけど、キノコを入れて、で、あとは、野菜ですね。まあ、これも何でもいいです。葉物。まあ、小松菜とかほうれん草とかブロッコリーとか、まあ、ナスビとか、まあ、何でもいいですけど、そこを野菜を入れて、で、ぐつぐつやって、味噌汁を作る。で味噌汁って大体出汁使ったりとかみんなすると思いますけど、僕は一切使いません。もう味噌だけ。もう味噌をちょちょって溶くだけ。で、あとはもう具材っていうか、キノコからの出汁でやるって感じです。で、そのスープがまず一つあって、あとは玄米ですね。で、夜はその玄米を炊いてるので、まず玄米の上にキムチ。まあ、ほんとこれ少量です。少量のキムチと、そして納豆が入ります。で、納豆の上に卵です。卵がまた入ります、ここで。そして気持ち程度のオリーブオイルです。はい。オリーブオイルをまた、もうどんだけオリーブオイル好きだって思ったでしょう。これ、もこみちかって思ったでしょう。時丸田中です。はい。オリーブオイルをちょっと足します。もうエクストラバージンの。それがまあちょっと全体性というか、その全ディナーをまとめる一つの指揮者みたいな役割を果たすんですよね。非常に重要です。で、そういう丼がまあ出来上がって、お味噌汁が出来上がって、で、そして、お味噌汁を作ってる間に豆腐を食べます。はい。これが一つの、その全ディナーの儀式の中の一つですね。味噌汁を作ってる間に、味噌汁には豆腐は入れないんですよ。なぜならカップが小さすぎて入らないから。だからこれは、多分大きい鍋とかだったら全然入れると思うんですけど、僕はね、入れません。だから冷ややっことして、豆腐だけをいただきます。で、これ1パックいただきます。で、しかもその豆腐には何もつけません。普通醤油とかポン酢とかつけるじゃないですか。で、僕もね、最初の頃はね、つけてたんですよ。結構ポン酢とか好きなんで、ポン酢ちょっと垂らしてみたりとか、あと、まあ普通に生姜とかね、生姜なんかを吸ったりして、ちょっとお醤油でね、食べるみたいなこととかやってたんですけど、最近は、豆腐自体の味をマインドフルに感じるのが素晴らしいなって思うようになってきていて、で、それはまあ、塩分に注意してるっていうのもちょっとあるかもしれないんですけど、豆腐で喉を潤してるような感覚なんですよね。まあ、だったら水飲めよって感じなんですけど、豆腐で、こう、なんか自分のこう喉を潤している感じ。なんか準備運動をしている感じ。タンパク質を先に入れることによって血糖値を上げないっていう役割もあったりするんですけど、まあ、豆腐を入れることによってその喉越しとか、で実際のその大豆感だったりとか、豆腐から染み出てくるその成分みたいなものを食べながら味わって、で、それやりながら、味噌汁をゆるーく作ってるみたいな、なんかそういう感じが良くて、だから、醤油とかポン酢をね、一切かけなくなったんですよね。だからこれびっくりで、たまに居酒屋とかで、そういう冷ややっことか食べるとびっくりします。しょっぱすぎて。なんか、この間もなんか、ちょっとニラが上に乗ってて、なんかニラ豆腐みたいなやつ食べたんですけど、もうしょっぱいなと思って、だからいつも本当にこう、プレーンな豆腐とか、プレーンな玄米を食べていると、外で食べる食事が本当に塩辛く感じるようになるんですよね。まあ、ちょっと説明長くなっちゃいましたけど、まあ、これで作ってるのはそういうメニューです。で、基本的にそれしか作りません。はい。お昼はミニマル丼、そして夜は全ディナー。はい。それを毎日食べています。毎日それをひたすらストイックに食べています。で、ただ、
やっぱ外食多いんですよ。結構仕事関係の人とランチ入ったりとか、ミーティング入ったりとか、あとはまあ普通に友達とかと居酒屋とかでね、ご飯食べたりとか外食したりは結構あるんで、だから週に必ずその外食が絶対入ってくるんで、だからホワイトボックスにいるときは全モードっていう感じ。だからそのための全ディナーとミニマル丼って感じなんですよ。こういうのを聞くとね、なんか本当にその面白くない食生活だなとか、味気ないなって多分思う人いるかもしれないですけど、外でより楽しむために自分の生活を全モードにしているっていう、なんかそういうところがね、強いですね。で、できるだけその家では手間を省いて、時間を省いて、で、自分のやることに集中している。だからそのために食事を、最適化しているって言ったらあれですけど、固定化して、かつ自分が好きで、そして栄養があるものを食べている。なんかそういう感じです。そのために、その道具として、この無印良品の炊飯器が効いているっていう、そんな感じです。で、だから、ここにね、機能にね、そのカレーモードとかおかゆモードっていうのがついてるんですけど、これね、必要ないんですよね。全く。自分には全く必要がなくて、だから一回も使ったことがないです。このカレーをおかゆ用っていうの。で、もちろん炊飯器でいろんな調理ができるのは知ってますよ。でもね、問題があって、例えばこれでカレーを作るとするじゃないですか。で、これでカレーを作ると今度米が食えなくなるんですよ。米炊けないじゃないですか。だからこれがね、難しくて、かといって先に米だけ炊いて、で、そしてそれをどこかに保管しておいて、そしてカレーを作るっていうのはすごく時間がかかるし、手間がかかるし、なんかせっかく楽にできるからこれでやってるのに、手間をよりかけてることになりますよね。だから、できないんですよ。カレーは作れない。だからもうこのカレーモードっていらないんだよね。いらない。で、おかゆモードもいらないと思っていて、なぜなら、白米モードでもおかゆモードは作れるからです。これは単純に水の量を多くしてあげれば、緩くなるんで、おかゆモードなしでもね、そのおかゆっぽいものは作れるんですよ。だから、無印良品さんにお願いしたいのは、もう本当にもっとこのデザインと機能を削ぎ落としてほしいっていうことですね。このカレーモードとかおかゆモードもいらない。なんか発芽玄米モードもいらないですね。なんだったら。発芽玄米好きな人には申し訳ないですけどね、ちょっとわざわざ発芽させなくてもって思っちゃう。もちろんその栄養価が高くなるとか、味がもちもちになって美味しくなるとかありますけど、でもね、全ディナーには全く、僕にとっては全く必要ないんですよね。白米、無洗米も基本的に無洗米しか使わないし、で、高速モード、これは常に高速であってほしいなっていう願いはあるんですけど、だから高速モードを標準にして、普通に炊いたのと変わらないものが炊けるような、そういうバランスを機能に落とし込むことができれば、もうね、白米モードと玄米モード、このね、2種類のモードだけで、多分ね、できると思うんですよね。だからでもし僕がその炊飯器の監修をさせてもらえるのであれば、ミニマルな炊飯器っていうのをもう機能を制限して、作りたいと、思います。ちょっと何の話をしているかわからなくなってきたので、この辺りにしておきたいと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の炊飯器でお会いしましょう。バイバイ。